はいどうもビバです。今ご覧いただいているのはジェックスグラスアクアリウム水量4リットルの小さな水槽です。この水槽見ての通り水草もりもりで育てているんですけど、なかなか安定して手のかからない水槽になっています。中に入っている生態はエリスロミクロンが10匹とレッドチェリーシュリンプ2匹、あとスネールが入っちゃったのでそれが繁殖しているかもしれません。水量4リットルに魚が10匹、ちょっと過密水槽かと思われるかもしれないんですけど、これがなかなか安定しています。実はろ過装置とかも入れてないんですが、水草もりもり植えているので、それがうまいことバランスをとっているのかもしれません。ただ最近メンテナンスをサボりすぎたせいか、ガラス面の苔と水草の伸び放題の状態、これが目につくようになってきたので、今回はガラス面掃除と水草のカット、あと中央に配置している流木をなんとかしたいので、取り除くか再配置するか別の流木に入れ替えるか検討していきます。流木取り外した時に底床がどのくらい汚れているかもチェックしたいと思います。それではこのボトルアクアリウムのメンテナンスをしながら、中に植えている水草とか生態の紹介、あと使用している機材の紹介なんかもしていきます。それではやっていきましょう。めんどくさい作業に入る前に機材紹介やっちゃいます。まず使っているライト、このめちゃめちゃ明るいスポットライトなんですけど、これはハルデザインさんのハス38、これをニトリのスタンドライトにつけて使っています。このライトめちゃめちゃ発熱するんですけど、今のところ壊れたりすることもなく毎日使ってます。このライトは植物育成ライトなので水草にも使えると思うんですけど、この水草の陰影、水槽の中の光と影がめちゃめちゃはっきりします。っていうか僕の手が今とんでもないですね。コントラストが素晴らしいです。そして今ここにバブルカウンター見えてると思うんですけど、 CO2 をセットしています。ただこれが1ヶ月ぐらい動いてません。化学式 CO2 やってるんですけど、完全にガス欠ですね。早く入れ替えろっていう話なんですけど、なかなかね億劫でやってません。なのでこんだけ水草もりもりなんですけど、これはもうライトだけで育ったかなっていうところですね。ライトとあとは生態のうんち、いい感じに肥料になって水草が成長してるんじゃないかなと思います。ちなみに最初に言った通り、この容器はジェックスのグラスアクアリウム縦長のティアドロップ型の4リットル水槽、そして底床は珪砂を使っています。水草といえばソイルだろうって言われるかもしれないんですけど、珪砂でも十分水草は育っています。ではメンテナンスをしていきましょう。まずガラス面の苔を落としたいので CO2 関連は取り外します。浮草が邪魔だねこれね。そして浮草、山椒も浮かべています。山椒もとパールグラスが絡み合って大変なことになってるな。すいません、もう手しか映ってないですね。山椒もは増えた分はどんどん捨てていく。スイッチ入るとどんどん増えちゃうので、めっちゃ伸びてるねパールグラス。そしてこの後水草をカットしたいので、真ん中にある流木、これはまず取っ払っちゃいます。長いぞパールグラス。この流木はミクロソリウムをつけてるんですけど、なかなか育ってくれないですね。本当にゆっくりゆっくり葉っぱが増えてるかなっていう感じ。真ん中の流木なくなるとだいぶ見やすくなりましたね。全体的に黄色く見えてホワイトバランス合ってないんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、実際見た目も黄色いです。多分流木からいい出汁が出て黄色い水になってますね。ちょっと水草見ていきますか。このボトル意外と水草の種類が入っていて、1個ずつ紹介していきますね。ショートヘアグラス、これ僕が思ってる以上に伸びてて、とてもショートとは言えないぐらいの長さになっています。ミドルヘアグラス、この赤いのはアルテラナンテラレインキーミニ。あまり成長しないかなと思ったんですけど、結構根が出てるのでもうちょっと成長するかもしれない。クリプトコリネ、種類は忘れました。これ調子いいですね。株が増えてる気がする。それとちょっとすごいダメダメなオレンジミリオフィラム、わかるかな。全然わかんないですね。細すぎて映らないぐらいのオレンジミリオフィラム、これはもうダメかもしれない。めっちゃちっちゃい葉、爪の先より小さい葉、これニムファミクランサですね。これも調子はよろしくないですね。そして裏側に行くとパールグラス、これは調子いいですね。パールグラスは調子が良くって、これニムファミクランサの芋、玉がここに転がってます。でぐるっといって、ここにあるのがハイグロフィラポリスペルマン。意外と成長しないですね。葉が小さいまま高さも伸びず成長してないですね。ルドビジアブレピペス、
さすが強い水草成長してます。ルドビジアスーパーレッド、これは伸びてはいるんですけどあんまり調子は良くないかな。 CO2 添加した方が調子は良さそうですね。これとさっき取り除いた山椒も浮かべてました。結構水草種類入ってますね。ではこのガラス掃除とかの前に水草をバッサリ切ってしまって見晴らしを良くします。といっても切るのはこのパールグラスくらいかな。もうザクザク切っていこう。よいしょよいしょ。あ、エビちゃんどいて。なんか使えそうなのがあれば使いましょう。ほとんどパールグラス。あ、ルドビジアブレピペスがちょこっと。茶色いね、水ね。このルドビジアスーパーレッドはいいところだけ使おうと思います。この水草すごいグネグネ生えてなかなか使いづらいですよね。ちょっと水抜いて低層の汚れ具合見てみましょう。おこれはやばい。これはすごい。すごいな。汚れてるな。今水槽の中心部分、流木のあったあたりから低床の掃除をしたんですけど、なかなか汚れが溜まっていました。多分他の部分はもっと汚れ溜まってるとは思うんですけど、あまり取り除かない方が水草の栄養的にはいいのかもしれない。わからんけど。本当は水抜く前にやっちゃえばよかったんですけど、ガラス面の掃除やっていきます。この黄色く見えてるのは多分ガラス面の苔も原因の一つ。どう変わった？変わんないか。変わんないですね。水が黄色いんだ。ガラスの掃除もサボっていたのでかなり汚れてます。最近外国の方にもよく動画見てもらってるんですけど、こういった商品ってあるのかな、外国にも。僕結構小型の水槽好きで、こういった小さいアイテム重宝してるんですけど、外国の方ってイメージは大きい水槽をやられてるイメージがあるので、ひょっとしたらこういったちっちゃいアイテムってないのかな。だいたい OK。浮いてる水草をすくいます。ボトルアクアはこういう円形のネットがあると水草とかすくうの楽になります。どうしても四角いネットだと丸いボトルは使えないですね。はい。すっごい雑だけど、こんな感じで。さっきガラスの掃除したので、水中に苔成分が舞ってると思うので、もうちょっと水抜いていきます。一旦これで流木セットしないで水を入れてみます。やばいやばい。受け皿が取れなくなっちゃった。やっぱり真ん中に何かないと寂しいですね。やっぱり流木を戻しましょう。よし、こんな感じ？あ、いいねいいね。やっぱ流木入ると一味違うね。こんな感じでしょう。水草なくなったのでエリスロミクロンが全く出てこなくなりましたけど、これは仕方ないね。この水槽に慣れればまた出てきてくれるんじゃないかなと思います。やっぱりこのショートヘアグラスいいですね。だいぶ伸び放題なんですけど、それが逆に自然感が出て雰囲気あります。この辺りもパールグラスとても色鮮やかで綺麗です。この辺り見るとボトルアクアらしいですね。裏側こんな感じ。結構流木を後ろに押し付けちゃったのでパールグラス潰れちゃってます。一周しましたけど魚が一匹も見当たらない。多分流木の真下に隠れちゃってますね。あの黄色かった水槽も見事にクリアになりました。水が黄色かった原因は流木の黄ばみとガラス面の汚れだと思います。この流木は結構使い始めてから日が経ってるんですけど、それでもまだ若干黄ばんじゃうんですね。流木の黄ばみにはブラックホール有名なんですけど、この水槽はろ過装置とか入れてないので水流がないんですね。水流なくても若干効果はあるとは思うんですけど、水替えである程度黄ばみは消えちゃうので、このまま管理をしていきたいと思います。そうこう話してる間に結構エリスロミクロンが出てきてくれてますね。水草の隠れがだいぶなくなっちゃったんですけど、なんでしょう、動画のことを考えて出てきてくれてるのかな。めちゃめちゃ出てくるじゃん。めちゃくちゃ出てくるじゃん。普段からこんくらい出てきてくれればいいのに。はい、というわけで今回の動画は以上です。このエリスロミクロンたち、一応繁殖も視野に入れてこのボトルで単種飼育してるんですけど、なかなか繁殖までは至りません。数が多すぎるのかな。こんだけいたらさすがにちょっと恥ずかしいですよね。また変化があれば動画にしてお伝えしたいと思うので、気になる方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。